皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。皆さんはジュエリーアイスってご存知ですか？それは日本の特定の場所でしか見ることができないとても美しい自然現象です。今回はジュエリーアイスの絵ができていく様子とともに、この美しく不思議な自然現象について解説したいと思います。ジュエリーアイス。ジュエリーは宝石、アイスは氷。宝石のような氷という意味が込められた名前ですね。この氷はいつどこでどのようにしてできるのでしょうか？北海道十勝に十勝川という川が流れています。その十勝川が海に流れ込む場所を大津海岸と言います。ジュエリーアイスはこの大津海岸の十勝川河口付近で見ることができる自然現象です。この地方の冬はとても寒いです。最も寒い1月から2月は平均最低気温がマイナス8度、寒い時はマイナス15度にもなります。その時期に十勝川の表層が凍ります。十勝川が氷で覆われるわけです。海に近い川の河口付近では潮の満ち引きがあり、日中の気温上昇も相まって氷が割れます。割れた大量の氷は海に流れ出します。割れた氷の大きさは手のひらサイズから畳1枚分のものまで様々です。これらの氷が海に漂ううちに丸みを帯びて海岸に打ち上げられます。それがジュエリーアイスです。北海道の十勝川河口付近で1月から2月にかけて見ることができる自然現象です。ただの氷でしょ？なぜそれがジュエリー、宝石なの？と思うかもしれません。その理由はこのジュエリーアイスの特徴にあります。その特徴は同じ氷の塊、流氷と比べるとよくわかります。流氷は海の表層が固まってできたもの。海水でできた氷はとても大きな塊で色も白いです。一方、ジュエリーアイスは川の水が凍ったもの。川の水など淡水が凍る際には透明な部分が多くできます。またジュエリーアイスは丸みを帯びた小さなものが多いです。白くて大きいダイナミックな氷の塊、流氷に対して透明で小さく丸みを帯びた繊細な氷の塊。これがジュエリーアイスの特徴です。そしてこの透明な氷の塊は太陽の光を浴びることで美しく輝きます。冬の十勝平野は十勝晴れという言葉があるほど晴れる日が多いところです。そこで見られる太陽の光の表情は様々。朝は柔らかいピンクやオレンジの淡い光。昼は白から少し青みを帯びた強い光。夕方はオレンジや赤、紫など温かみのある優しい光。陸に上がった透明な氷はこれら太陽の光を浴び、反射させることで美しく幻想的な輝きを放ちます。その様子がまるで宝石のようだということからジュエリーアイスと名付けられました。透明で丸みを帯びた小さな氷の塊が太陽の光を浴びて宝石のように輝く。世界でも珍しい日本のこの地方でしか見られない美しい自然現象です。ところで私たちはなぜ透明なものに魅力を感じるのでしょうか？これには様々な意見がありますが、私が考えるいくつかの理由を紹介します。まずは神秘性。人は根源的に暗闇を恐れ、光を求めます。人は古代から光は善、暗闇は悪として光を信仰してきました。透明なものはその光を内部に取り込み、反射させるという光との結びつきがあります。透明なものと光の関係に我々は神秘性を強く感じます。次に信頼性。世の中にある多くのものはその内側が見えません。でも透明なものは中で何が起こっているのかが見えます。透明なケースや梱包は中身を確認できるので品質や安全性に信頼ができます。
ビジネスにおいてもそのプロセスが見えるということは透明性があると言われ、信頼につながります。そして生命性。人が生きていくためには水が欠かせません。生命を維持するために不可欠な水を人は根源的に欲しています。透明なものは水や水分を強く連想させます。生命維持に欠かせない水を連想することはとても強い魅力につながります。このように私たちは透明なものに魅力を感じています。それがある特定の場所で特定の時期に起きる自然現象で見ることができる。そんなジュエリーアイスが近年話題になり人気が高まっているということはとても納得ができますよね。それでは朝日を浴びながら優雅に泳ぐ一角たちを描いていきましょう。ということで、絵ができました。透明なものを描くというのは、実はものすごく難しい作業です。一般的な立体物を描くときの光と影の関係がそこには全くないからです。光がここからこう来ているから影はこうなるよねというロジックが全く当てはまらない。それに加えて色の乱反射がすごい。氷のような有機的な形だと色の反射も予想外のものばかりです。なぜここにこんな色があるのなんてことの連続です。でもそういった難しさ、予想できない見え方も透明なものの魅力ですよね。もしこの動画が面白かったら高評価ボタン、応援してもいいよという方はチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。